皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。米価格の高騰が騒がれている昨今、米が高いなら安くなるまでパンを食べればいいじゃないと、もやしを頬張りながら生温かい目で世間を見守るナンバー7ことナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。地上での雷ガンマ線の発生の瞬間、世界初観測。相対論的暴走電子雪崩による地球ガンマ線フラッシュの発生源を特定。大阪大学を中心とした研究チームは、雷放電とともに発生するガンマ線バースト、地球ガンマ線フラッシュについて、雷という強力な放電現象を発生させる電解の作用により、粒子加速器のように電子が相対論的速度まで加速されるという相対論的暴走電子雪崩を起こすことにより、その電子が大気中の原子と衝突し、高速過電粒子の正動放射線としてガンマ線が放射されるということは予想されているものの、これが具体的にどのようなプロセスで発生するのか未だ未解明となっている問題に対し、テレビ電波等での定点観測の結果、地上と雷雲の双方から異なる電極のリーダーが発生し、それが上空で合流する際に地球ガンマ線フラッシュが発生している様子を世界初観測しました。これにより、従来の地球ガンマ線フラッシュの仮説が正しいことを証明するとともに、その具体的なプロセスの大部分が解明されることとなりました。おやおや、久しぶりに難解な文字列が登場しましたね。テーマからしてもうスパロボの必殺技みたいになっています。ですが安心してください。ちゃんと前提知識の部分から解説しますよ。目がくらむ凄まじい閃光に十数キロにわたり轟く轟音。時には都市の停電を引き起こし、人間の命をも脅かし、オタクのワンコを最大級に怯えさせる自然のプラズマ放電現象、雷。それほど珍しくはない頻度で体験し、それでいて非常に激しいこの自然現象は、科学史的にもよく注目され、その発生原理などはすでによく解明されています。しかし、1990年代に入り、雷雲からの雷放電とともに、約 0.1 ミリ秒というごく短時間に、高エネルギーのガンマ線が放射されているということが人工衛星で観測されるようになります。これは地球ガンマ線フラッシュと呼ばれ、強い電場の中で電子が高速にまで加速されるという、相対論的暴走電子雪崩という現象を引き起こすことで、その高速電子が空気中の原子と衝突し、運動エネルギーが変換されることで、正動放射線としてガンマ線となる高エネルギー光子を放出させているものと考えられましたが、雷雲から宇宙に向けて放射されるものについては人工衛星で広範囲に観測できるものの、その代わりに詳細なデータを取得することが難しく、逆に地上に向けて放射されるものについては詳細なデータが取れるのが期待されるものの、その代わりに観測タイミングは非常にタイトであるというジレンマがあり、理論的にはある程度説明はついているものの、その具体的なプロセスについては未だ謎だらけの現象となっていました。しかし今回、大阪大学、近畿大学、岐阜大学の共同研究チームは、ついに地上での地球ガンマ線フラッシュが発生する瞬間を捉え、詳細なデータを取得することに世界で初めて成功しました。今回この世界初観測が達成された舞台は、日本の石川県金沢市。古くから伝統文化が息づき、金箔などをはじめとした伝統工芸が有名で、兼六園などの古風な日本文化を楽しめる観光スポットは、1年を通して多くの観光客で賑わい、近年になって爆増した外国人観光客のマナーの悪さが問題になってきています。まあこれとは全く関係なく、石川県を含む北陸地方の日本海沿岸地域は、世界的にも珍しく、冬にも雷雲が発生しやすいという特徴があります。冬の雷雲は気圧の関係で夏より発達する高度が低く、また、一発あたりの放電エネルギーも大きいことが多いため、雷を研究する科学者にとっては貴重な観光、もとい、観測スポットとなっています。今回の研究チームは、この地域の中でも落雷の回数が非常に多い、地方局の石川テレビ放送とテレビ金沢が運用する
金沢観音堂テレビジョン放送所のテレビ電波送信塔の存在に着目し、可視光、電波、放射線の多波長をマイクロ秒単位で捉えられる観測ネットワークを構築していました。そして2023年1月30日10時13分29秒、ついにその瞬間が訪れました。落雷の瞬間の稲妻と同じタイミングでごく短時間に放射されたガンマ線が捉えられたのです。落雷は私たちの目では1段階で瞬間的に発生しているように見えますが、実は大きく2段階に分けて発生しています。空気の分子は本来伝導性が低く、そのままでは電気が流れることはないため、実際の稲妻が発生する前に電荷の蓄積によりイオン化された空気の通り道ができる必要があります。このイオン化された空気の電流の通り道のことをリーダーと言いますが、地上での落雷の場合、雷雲から落雷先にかけての下方向か、地面から雷雲に向けての上方向のリーダーが先に構築され、そこを電流が流れることで私たちの見る稲妻が発生するということになります。このプロセスのどこかで地球ガンマ線フラッシュが発生すると考えられますが、どこでどのようにというのが全くわからないというのがこれまでの問題でした。今回の観測データの分析の結果、雷雲付近の高度約 2.5km からマイナス電荷の不極性リーダーが地上に向かって伸び、同時に地上からはプラス電荷の正極性リーダーが上空に伸び、上空約 0.9km で双方が衝突した瞬間に稲妻が発生したということが分かり、この稲妻が発生する30マイクロ秒前にガンマ線が観測されていました。つまり地球ガンマ線フラッシュは正極性リーダーと不極性リーダーが衝突する直前の刹那に、その場に集中した強力な電解によって電子が加速され、相対論的暴走電子雪崩が起こり、ガンマ線が放射されるということになります。これにより、先ほどのどこでどのようにのどこでの部分とどのようにの一部が解明されました。双極のリーダーの衝突による電場が具体的にどう電子を加速するのかのメカニズムはまだ分かりませんが、今回の成果によりこちらの解明も加速度的に進展することが予想されます。ちなみにガンマ線バーストとは言っても総線量はレントゲン1回分くらいであり、雷の電流によるダメージは別として、仮に至近距離で浴びたとしても被爆による放射線障害の心配はないようです。指す阪大と近大と議大、以前もやった阪大名物のテーマに近大の鶏塩レモン丼と議大の手仕込みから揚げ丼が加わり、背徳グルメのめくるめくハーモニーに脳が焼かれそうです。ちょっと備蓄米買ってくる。今回の研究論文は現在サイエンス誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しく知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN インほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。